はい、こんにちは、ウルポロです。今回は感激の着物マナーとはということで、着物の格やコーデについて考えていきたいと思います。そう、先日京都でね、琵琶の公演があるということで、着物で見に行こうかなと思ったんですよね。なんですけど、着物でこういう感激っていうものを見に行くのが初めてなので、一応ね、失礼があったらいけないなと思って着物コーデについて真剣に考えてみたんですよね。で、調べてみたところ、感激といっても様々で、格式の高いものからカジュアルなものまであると。で、どうやら歌舞伎の初日だったりとか襲名披露っていうのかなの時は、なんか訪問着とか付け下げを着る方が多いみたいです。なので今回は琵琶の公演でお寺でされるもので、わりかしカジュアルめなのかなという予想で、逆に訪問着とか着ちゃうとかしこまりすぎるのかもなと思って、今回はね、きれいめの小紋をベースにコーデを組んでみました。はい、ということで辻ヶ花をベースにした縦縞の小紋です。これがポリエステル素材なので結構ね、使いやすいです。帯は最近光る君を見てるので、こういうね、平安時代っぽい感じの柄にしてみました。で、帯揚げはこの絞りが入った白の帯揚げです。着物も帯も紫系でまとめているので、こういう白を入れるとパキッと引き締まっていい感じです。そして帯締めの色なんですけれども、帯に赤だったり黄色だったり青だったりっていう色が入ってますよね。で、これに合わせて帯締めを選んでいくんですけど、白かこういう黄色かでちょっと迷ってます。帯も名古屋帯を選んでますし、格的には別に問題がないので、あとは好みかなと思って黄色にしました。羽織もまあまあ悩んで道行きにした方がいいのかなと思ったんですけど、今回はでもカジュアル路線なんじゃないかと思ってレース羽織を選んでいます。そして足袋はこんな感じのレース足袋です。こっちも可愛いですね。レネットさんという作家さんからサイズをオーダーして作ってもらいました。そしてカバンはこの黄色の要素がちょっと足りないかなと思ったので、黄色の A4 バッグからのほぼほぼ何にも入らない可愛いビーズバッグ、ただただ可愛いだけですということで、こんな感じでコーディネートが完成しました。間違いもあるかもしれないんですけど、今回はこれでいってみたいと思います。はい、では着物を着ていきます。まずこの足袋なんですけれども、足袋私ね、最近二重履きにして履くんですよね。こんな感じのこう伸びるなんかソックスタイプの足袋を履いた上に、このちゃんとしたこの小ハゼ付きっていうんですかねの足袋を履くんですよね。これ二重に履くことによって草履の負担がすんごい減るんですよ。さらにウレタン草履っていうのを最近履いてるので、それもあってこの行って帰るまで足がね疲れずに結構長いこと歩くことができるようになりました。おすすめです。そして今回着物の下に着る和装下着は月下美人さんのくのいちランジェリーロング丈です。商品を紹介させていただいた動画がありますので、ぜひともこちらもご覧ください。はい、そしたら着物を着ていきます。で、今回この感激に着ていく着物について結構真面目に考えたんですよね。そう、もともと私この着物のルールとかその架空みたいなものに対してすっごい怖いなっていう意識があったんですよね。やっぱりなんか間違えるとこの着物警察になんかこう言われるとか、絶対に TPO を間違えてはいけないものっていうのがなんかあったんですよね。なので基本的には私は自分の趣味で着ることがすごく多くって、近所に買い物に行ったりとかお散歩に行ったりとかちょっとお出かけしたりとか、そんな程度が基本的には多いんですよね。なのでこの感激とかね、やっぱりこの人に迷惑をかける可能性があるのではないかっていうちょっと難しく考えてしまうところもあって、今回はどうしようってすごいね悩んだんですよ。でも本来着物の格ってそうじゃないんじゃないかなっていうのも若干感じてて、こうしちゃいけないとかああしちゃいけないとか、こういうのをなんか着ると失礼とか、そういうマイナスなものじゃなくって、逆にこういう場面でこういうのを着ると素敵だよねとか、
こういう場面でこういう着物を着ると相手が嬉しいよねとか自分も嬉しいよねとか、そっちの方向で考えた方がいいなって思ったんですよね。そう、特に着物を始めた頃なんかは失敗したら怒られるっていうイメージがめちゃくちゃ強かったので、そういう風に考えちゃってはいたんですけれども、こう着物いろいろね着てみたりとか、こういう観劇に行く機会なんかをねいただいて、いろいろ試してるうちに着物の格自体を結構楽しめるようになってきた気がする。今回はこういう場所に行くので、こういう人がいて、で私はどういう立場で、最近買ったこの着物ちょっと着たいなとか、でこの着物にはこの帯を合わせたらその場に合いそうみたいなものを想像したりとかがすっごくね楽しくなってきました。それって着物に関わらず洋服でもね同じようなことが言えるとは思うんですけれども、やっぱりこの着物っていうもの自体が、日本の伝統衣装だとかね、いろいろ小難しくやっぱみんな、世間一般的にみんながちょっと小難しく考えすぎちゃってるだけであって、基本的には洋服とやってることも変わんないなと思うんですよね。入園式とか入学式とかそういうね卒業とかの時に、ジャージ着てくる人とかはいないだろうみたいなさすがにみんなフォーマルのものを着てくるでしょうし、逆にみんなで遊ぼうって言ってカジュアルなねシーンでわざわざドレス着てくる人もいないですし、言うて着物も洋服もそんなに大して、考え方は変わらないかなっていうふうに私は思っています。ただただこの着物っていうもの自体が小難しく考えすぎてしまうものっていうだけであって、私を含めてやっぱり着物ってこうじゃないとねみたいなのがみんなの中にある。それがちょっとね問題だなと思ってます。そんなこんなで自分の中ではこの着物の格とかですね、観劇にはこれを着ていくとか、入卒園式にはこれを着ていくとか、遊びに行くときはこれを着ていくみたいなやつに対してのこの基準みたいなのができて、いろいろね小難しい部分も吹っ切れてはいるんですよね。なんですけどわりかしね歩いてると変な目線を感じることがあって、っていうのもこの着物を着て京都に行ったんですけど、その公園があるお寺さんの近くに行った時に、多分ご近所の方だと思うんですけれども、すっごいジロジロ見られたんですよ。多分ねその人ね、自転車に乗ってらしたんですけど、自転車に乗って振り返って私の姿を頭のてっぺんからつま先までも何往復もジロ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 、女性の方なんですけど見ておられて、で私の着物姿見て可愛いなとかって思ってくれてるのかなってうぬぼれてニコってしてたんですけど、その方がすっごい怪訝そうな顔でずーっともうジロ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 見てるんですよ。それがすっごい不快でめちゃくちゃ嫌な思いしました。でその方自転車に乗っておられるので前見ないと危ないよっていう気持ちもありながらも、それ何の目線だったんだろうっていうのが結構引きずってるんですよね。例えばこの辺で今日は何かあるのかなっていう目線だったかもしれないし、私のコーデが変だったのかもしれないし、言いたいことがあったのかもしれないんですけど、それだったらもう直接言ってこいよって感じなんですけど、ずっとジロ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 見るだけでもう眉間にも3本ぐらいシワ寄ってて何なのって思ったんですよね。でこういうこともあるので、やっぱりダメだよっていう目線じゃなくて、こうしたらもっといいよっていうね、世界になったらいいなっていうのも改めて感じました。ということで私の観劇コーデ完成です。
はい、というわけで二条駅に戻ってきました。いやー、すごかった。琵琶の演奏がすっごく迫力があって、本證寺さんっていうお寺の中でですね、ご本堂の前で、演者さんたちが並んでその演目をやられるっていう感じで、いやー、楽しかった。もう大満足です。